はい。本動画では、弊社ノコテックが開発しているリチウムイオン電池用セパレーターである XSEPA と、対高温電解球を併用することによる電池の長寿命化についてご説明します。こちらは弊社が開発している、リチウムイオン電池用セパレーターの XSEPA になりまして、こちらが対高温電解器になります。それぞれの特徴としましては、XSEPA は高い耐熱性、高い空効率、均一な空港系、また、電解器に対して高い眼振性というものがあります。今回、この、電解器に対して、高い眼振性を持つという特徴を生かしまして、対高温電解器を組み合わせた時の電池性能について、紹介したいと思います。ここでいう対高温電解器といいますのは、高い沸点を有する電解器のことを言いまして、さらに粘度が高くて、引火点も高いという性質を持っております。今まで一般的なポリオレヒン系のセパレーターは、このような粘度が高い電解器は眼振性の観点から使用することができなかったのですが、XSEPA では使用することができるようになりました。この対高温電解器を使用することで、高温環境下での電池寿命を大きく伸ばすことができまして、また引火点も高いものですので、電池の信頼性向上にも貢献できるというふうに考えております。こちらは先ほどご説明した対高温電解域のセパレーターへの眼振性を評価した結果になります。こちらの黄色いセパレーターが XSEPA になりまして、白い方が一般的なポリオレヒン系のセパレーターになります。こちらビーカーの中にですね、対高温電解液を入れまして、そこにセパレーターの先端を浸しております。その時の電解液の吸い上げ性を比較したというような試験内容になります。電解液に浸してから30秒後の結果がこちらになりまして、XSEPA は粘度が高い対高電解液を吸い上げることができておりまして、一般的なセパレーターはですね、全く吸い上げることができませんでした。こちらの表は、この試験で用いた対高電解液と一般的な低粘度電解液の物性を比較しております。このようにですね、対高温電解液はですね、粘度が高くて、沸点は200度以上となっていて、さらに引火点も100度以上とかなり高い温度になっております。XSEPA はですね、このような特徴を持った電解液を容易に眼振させることができますので、今までのセパレーターでは実現できなかった電池性能を発揮することができます。こちらのグラフは、高温環境下60度 C での重放電サイクルの評価結果になっております。リチウムイオン電池は一般的に高温環境下で想定される EV や ESS などはですね、あらかじめ冷却システムを搭載していますが、こちらの評価ではですね、冷却システムがない系の電池、例えば、亜熱帯地域などで使用された環境を想定しております。こちらのグラフ、横軸が重放電回数になってまして、縦軸が電池の容量維持率となっております。こちらの赤いラインがですね、一般的なセパレーターと一般的な電解器の組み合わせになりますが、約500回程度のサイクル、重放電ですね、重放電サイクルのところで、電池容量は 60% を切るという結果になっております。それに対して、こちらの青いラインですね、こちらは XSEPA と対高温電解器を組み合わせたものになりますが、約2000回のですね、重放電サイクルをしてもですね、まだ電池の容量は 80% を維持するというような結果になっております。この電池容量が 80% のところで、従来の電池系と、XSEPA と対高温電解器を組み合わせたもの、こちら寿命を比較するとですね、この時点で約5倍以上の差が出ているという結果になっております。この電池の寿命がですね、伸びる要因としましては、電池の劣化要因の一つである電解器の分解を抑制できたからと考えています。先ほど示したように、対高温電解器は沸点や引火点が高くて、科学的に安定性が高いというものになりますので、高温環境下でも電解器の分解が起こりにくく、その結果、電池の寿命を伸ばすことが可能になりました。またですね、電池寿命が伸びることによって、電池の排気量を低減することができますので、地球環境への負荷も大きく低減できるというふうに期待しております。はい、以上が XSEPA と対高温電解液の組み合わせによる長寿命化に関するご紹介でした。ありがとうございました。